系が好きじゃけへようこそ。川野です。今回はカシオのとあるすごい方にお話を聞きました。緊急で動画を撮りましたのでちょっと見づらい部分もあるかもしれないんですけど、貴重なお話を聞くことができましたので10分間しっかり聞いてください。それではスタート。新製品発表会に来させてもらって、言ってもらっていいですか、お名前。どうも、商品企画をやっております石坂と申します。タイムメディアさんを担当しております営業の渡辺と申します。カシオ計算機の渡辺と申します。よろしくお願いします。渡辺さんということでよろしくお願いします。本当にすごい方が今目の前にいらっしゃってて、 MRG の商品企画をフロックマンのカエルのキャラクター、あちらの生みの親、初代のフロックマンのデザインと付随する後ろの潜水ガイルのデザインをしていただいた方になります。初代のフロックマンの潜水ガエルをどうやって生んだのかお聞かせ願えますか。もともと私はですね、デザイナーとしてカシオに入社しました。その流れの中で G-SHOCK もいくつか担当したんですけれども、その一つが初代のフロックマンだったということですね。G-SHOCK で初めてイソダイバー放水時計をやるっていうことで、G-SHOCK らしい特徴が欲しいなということで、開発を始めたことになります。裏蓋の潜水ガエル特徴的なんでよく言われるんですけど、最初はカエルの絵になるとは思ってなかったんですけど、フロックマンってあんまり当時ネットも普及してなかったんで、フロックマンって知らなくてどういうものかっていうので聞いたら、潜水のちょっと特殊な作業をする人たちだよっていうことで、どちらかというとそのダイバーのイメージっていうのをマークにするっていうのが本命の案で、ダイバーだからゴーグルしてマスクしてシュノーケルのあるような、ああいう感じのイラストを用意してたんですよ。それが本命だったんだけど、フロックマンって名前が結構特徴的じゃないですか。そうです。普通にね訳しちゃうとカエル男なんで結構インパクトのあるネーミングなんでどうしてもカエルっていうのが頭から離れなくて、でジョークでカエルがボンベショって絵を描いてデザインを決める会提示したんですよ。そしたらカエルの方が決まっちゃったっていう。でこの MRG の裏蓋もその初代のやつに戻りましょうっていうか、それのリスペクトを込めてということで、裏蓋の絵もその初代のものと同じものを採用してます。でその後商品企画に移ったんですけど、商品企画に移って MRG 始めて、で MRG でフロックマンをまた企画するっていう風になったんで、最初のモデルとの絡みもあって割と思い入れのあるモデルになってますね。初代のデザインをね、回を非対称にしたのは石坂さん。すごっ、そうなんですか。あれも機能的なところからデザインがああいう風になってるんですけどね。2100、これを木組みにしようっていう案を出されたのは、木組みってテーマを持ってきたのは私なんですけれども、もともと5000の時にやっぱり細かいパーツを合わせてやるっていうのがあって、であの時はその、初代の G-SHOCK エンジンがあって、あれを MRG 化したってことがあったんで、どちらかというとそっちが主題になってたんですけど、今回アナログということでよりこのパーツを組み合わせて作ってるんだよっていうことを際立たせようっていうことで、木組みっていうテーマを全面的に打ち出すような形にしたっていうことですね。これのパーツ数がいくつあるんでしたっけ。アウターケースの部分ですけど27個のパーツになってますね。27のパーツにした理由っていうか、そういうのは時計で仕上げをきれいにするために必ず研磨っていう工程が入るんですけど、研磨板っていうのは平らなんで、基本的には平らな形じゃないと磨けない。へこんでるとことかだと当然当たらないから磨けないっていう制約があるんですね。それを、G-SHOCK って凹凸のあるデザインなんで、へこんでるとこって磨けない、質感を良くしようとするとそれじゃダメなので、そうするとそのへこんでるところまで磨けるようにすればいいんですけど、そうするとへこんでるところを別のパーツにして磨けるようにしてあげなきゃいけないってやって磨けるような状態にまで分解していったんですよ。そうするとパーツ数が増えていって、そういうような形になったっていうことですね。
ね。だからステンレスのモデルでは再現ができてないってことですよね。そうですね。 MRG だからこそいっぱい作ることが難しいモデルになるんですかね。そうですね。結構やっぱ手間がかかっちゃうんで。職人の方が磨いたりしてるんですか？やっぱ研磨って手作業なんで、どうしても職人さんの腕にかかるところが大きいですね。その道の本当スペシャリストがいただいてます。細かいパーツ一個一個、この表面に今 DLC っていう表面処理をかけているんですけど、これもこのパーツ一個一個バラバラの状態で表面処理をかけるんですよね。そうするとそれをその機械にセットしたりしなきゃいけないんですけど、パーツが増えれば当然それだけ手間も増えてくるっていうのがあって、いわゆる普通のケースがあってベゼルがあって裏蓋があってっていうような単純な構成のものに比べるとパーツが多いだけすごい手間がかかる。バンドも一コマ一コマ全部バラバラの状態でその処理をする。1100でいうとバンドってこの丸い、ビスっていうかリベットの部分なんですけど、これも別体なんで、それも一つずつ手作業で。そうです。MRG は基本チタンに二重硬化処理っていう傷がつきにくい処理をするっていうのがベースになってまして、でそれ以外に今お話しされてたコバリオンとかダット 55G とか64チタンとかを、モデルによって使っているんですね。基本的にその、64だったり、コバリオン使うと、ちょっとお値段が高くなってくるっていうのがあるので、そこはそのモデルの特性に合わせて使ってます。これなんか、私物って聞いたんですけど、はいはいはい、どれぐらい使ってらっしゃるんですか？これのベゼルの部分はコバリオンを使っているんですが、はい、これが使い始めて 5,6 年は経ってると思います。ちょっと触っていいですか？はい、どうぞ。 5,6 年と思えないぐらいのこの綺麗さ。開発した側から言うのもなんですけど、はい、使ってみて予想以上に傷つかないよ。ついてないですよね。めちゃくちゃ綺麗です。これコバリオンもともとすごい綺麗だなっていう印象は持ってたんですけど、これ新品だって言われてもこう納得しちゃうぐらいの傷のなさと綺麗さですよね。そうですね。MRG は日本の山形菓廠ってところで全部作ってるんですけど、はい、せっかく日本で作ってるっていうことで、日本ならではのなんですよね、文化だったり技術だったりを入れて作りたいなっていうのがあって、でコバリオンも東北大学で開発された素材なんですね。そうなんですね。そうなんですよ。もともとは人工関節用に作られた素材なんですよ。人工関節なんで摩耗しないし金属アレルギーも出にくいっていう素材なんで、はい、それでそれ用に開発された素材なんですね。開発された教授がもう非常に熱意を持って開発に当たられたみたいなんですけど、この硬さっていうのとあと美しさっていうのは、人工関節というその機能的な素材なんですけど、はい、むしろ時計とかに使うと非常に生きるんじゃないのかなっていうことで、MRG に使ってます。コバリオンってすごく加工がしにくいっていう話を聞いたんですけど、そうですね。傷つきにくいっていうことは要するに硬いっていうことなんですけど、そうですよね。硬いってことは加工がしにくいんですよ。普通時計なんかの作り方でいくと大体最初にプレスって言ってこう叩いて大体の形を出してから削って細かい形を作っていくっていうやり方が主なやり方なんですけど、叩いても硬すぎて形にならないんですよね。なので最初から全部削っていくんですよ。そうすると削るのも硬いので削るためのバイトっていうんですけど、ドリルみたいなもんですね。それで削っていくときに工具が寿命が持たないんですよ。工具の方が普通の金属に比べて硬いから工具自体がどんどん摩耗したり割れちゃったりとかっていうのがあって、だいぶその寿命が短いなんでいろいろとそういうところで、手間とかコストがかかる。で限られた形しか今のところできない。限られた形っていうか複雑な形になっちゃうとなかなかちょっと加工しきれないっていうところがあるんで、で今は時計のこういった、一番当たりやすいところですね、はい、そういうところに来る部品に使ってます。フロックマンに使われない理由はその複雑だからってことですか？そうですね。フロックマンは、形状もかなり複雑なんで、価格も高いんですけど、それでも抑えようということがあって、これは純チタンですね。純チタンに二重硬化処理っていうのをやるっていうふうにして作ってます。
最後に、はい、今 MRG のラインナップすごい揃ってると思うんですよ、はいはい、どんどん出てきてて、はい、じゃあ一番のおすすめ、これはすごくみんなに知ってほしいとか、そういうモデルがあったらぜひ教えてほしいです。それは難しい質問ですね全部思い入れあると思うんですけどそれ全部って言いたいですね。全部って言いたいと思うんですけどその中でもこう選ぶならとか、初めて MRG 買う人にはい、じゃあ勧めたいモデルとなった時には何がおすすめですか？こういう観点でいくとですね、2100っていうモデルですね。MRG G-SHOCK なので、スポーティーなイメージが強くて、ちょっとゴツゴツしてるっていうのがありますよね。はい、でかっこいいんだけどちょっとサイズが大きくて普段使いにちょっとつけにくいっていう方もいらっしゃるんですよ。で今回のこの2100っていうモデルに関してはだいぶサイズも小型になってて、フェイスの方も斬新でシンプルなものになっているので、いわゆる G-SHOCK ファン以外の方でも割とつけやすい形のモデルになってると思ってます。そういった形でG-SHOCK ファンのみならず幅広い方につけていただける、その G-SHOCK なんでしょうね、選ぶ選択肢を広げられているのかなと思うので、多くのユーザーさんにG-SHOCK が広まっていくといいのかなっていうふうに思ってます願いを込めてありがとうございます。石坂さんのおすすめはこの6月に発売されてばかりの MRGB2100 のブラックのタイプです。ぜひ広島のタイムペリアに買いに来てくださいすいません、急遽カメラを回させてもらってもう何の台本もなくお話をしてもらったんですけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。渡辺さんもありがとうございました。ぜひ皆さんカシオ製品を見に全国に店舗がいっぱいあるので見に行ってください。ありがとうございました。一応映ってください。自撮りはできない。自撮りもしますよ。また後ほどします。最初にじゃあちょっとお三方のご紹介だけさせてください。お三方初めてじゃないですか。こういうカセオさんが直接出てもらってとかって多分初めてなんですよ。さんでそうですよね。そうです。なんでそんなこと言うんですか。一度はあれで出てましたけどね。スリークさんでしたっけ。だからそういうのはこっちでやったことがないんで、ありがとうございます。来てくればよかったとか、ちょっといろんなことを考えてもっと痩せればよかったって。